飯旅 Season 4今回の飯旅はガチでまた食べたい今すぐにグリーン10ですってことで今回は飯旅を続けるあたいが現時点で今すぐにでも食べたいってお気に入りの美味しいやつ10選を全国版でご紹介します。それでは早速 Let's get it started 1. 青森アサリ青森といえばあさりさん、これ中毒性が高いラーメンなの。ネギラーメンで有名なお店ってことでね、最初ネギラーメンってね、全然美味しいイメージ湧いてなかったんだよね。そうそう、ところが一口食べてみたらね、うまってね、辛いんだけど一度食べたら忘れられないラーメンだしな。辛さ基準が1から5まで5段階で普通と逆なんだよね。1が一番辛いんでね、お間違いないように。地元の人は4ぐらい食べてるのが多い感じ。その辺が普通に美味しく食べれるボーダーラインってことですかね。我々は辛いの好きなんで、2とか32が一番やっぱうまかったかな。だけども辛いので2で相当ギリギリな感じだよね。1を頼んでる人は見たことがないっていう恐怖の1なんでね、いつの日かやっつけたいと思いますがねえ、私は夢で食べましたよ。夢は夢でしょ食べるときは決してすすってはいけません。すするは死を意味します。本当に周りの人に迷惑かけるからねプハーっつってスターダストいっちゃいますからね。皆さんこらえておりますそれと発汗性高めの方はタオル持参をおすすめします。 2. 横浜とんかつソーキ上大岡駅から徒歩5分くらい、何やしかわからないような立地だけれどもすごい人気なの。夜は予約を取るのが困難ということを視聴者さんが情報いただきましたが、諦めないで、一度食べてみて。これそれ誰なの？マヤミキです。お店のこだわり3立て、切りたて、揚げたて、炊きたては最高。おいらはハゲ短足3本立て。こら、なるほど。ご飯まで炊きたてでってのがすごいよね。一人一釜で炊き上げてくれんのよ。すんげえな、そりゃ美味しいでしょう。お肉はハヤシ SPF を使用。来ました、ハヤシ SPF。 美味しいお店は大抵今ハヤシ SPF 使ってんだよね。ハヤシ SPF については横浜界隈で話しているので、興味のある方はチェックしてみてみて。白い衣がサックサク、低温調理とはいえなぜ焦げないのか不思議。または低温だとベチャーなりそうな気がするんだけれどもね、ならないんだよね。さっくりしてんだよね。ねえ、とんかつなのに重たくない。女子でもペロリしちゃう。ほっぺが落ちます。あ、本当だ、ほっぺたの肉だいぶ落ちたね。それはお世辞。バレた。バレバレ。3. 鎌倉オキシモロン小町やっと出会えたオクシモロンさん、こちら鎌倉の本店でございます。よかったね、念願のオキシモロン。おじさんが美味しいといつも話していたこのカレー、正直パクチー苦手系なんで超半信半疑でございましたの。だって美味しさ絵面では伝わってないんだもん。でしょ。マジでこれはいける。そうなのさ。おじさんもパクチー三つ葉臭いの苦手系なんだけども、ここのは食べれちゃうんだよな。っていうかむしろおかわり増しパクチーしたいぐらい不思議なんだわ。三つ葉に大葉とネギもパクチーに負けない存在感だけど喧嘩してないんだよね。逆に全部美味しく感じちゃうの。そぼろカリーの辛さを調和しつつ味変いろいろできて癖になる、ここにしかない、ここでしか味わえない名カレーですな。札幌に出店熱望です。賛成。4. 別府九月我々大好き九州の一口餃子。またお店自体がマニアックな立地にあるのもポイント。高杉くん、一人前15個って思うんだけど、15個なんてあっちゅう間にペロなんですよ。これ例えるならフライドポテト感覚。まあそれは言い過ぎだけどね。確かにそれくらいの気軽にパクパクね。最高の焼き加減、薄皮カリッカリ、
中のあんから肉汁がブシャー出てくる。やけど注意のやつだけど、食べ出したら Don't Stop Me Now でございます。 Don't Stop Me Now。 クイーンの名曲だよ。知らんがな。知らんかな。マジで今すぐ食べたい。なんと幸運にも明日本家の久留米本店でこの餃子食べる予定になってます。めちゃめちゃ楽しみだね。久留米がこんなに餃子すごい地帯だとは知らなかったね。日本なんか目白押しなのよね。その報告はまた別のビデオでお届けします。はい。5. Manami Furano Berries。 南富良野の何もない五郎さんが出てきそうな森の中にありますベリーズさん。なんとも秘密基地みたいでいいよね。サンダルの花をもげるわけで。そうなの？そう。森の中ってのも素敵なんだけど、インテリアもすごいの。すごいね。優雅さを感じるというか余裕が感じられるというか。オーナーさんは音楽家なのかしらね。お店の中はグランドピアノが置いてあったり、インテリアが豪華で、北の国からじゃなくってノルウェーの森みたいなイメージね。イメージわかる。ガレットって美味しいイメージなかったんだけど、180度イメチェンね。全くだ。こんがりチーズを焦がし気味に焼いてくれてるのが最高なんだよね。摘みたてのブルーベリー 100% ジュースとかも。ここでしか味わえない贅沢が南富良野に。南の横でございます。ここでしか味わえない贅沢が南富良野にあるの。うまいよね。雪があるうちに行ってみたいな。あそこ冬期間は営業してないからね。そうなの？雪解けまで我慢だね。渡り鳥系ファミリーかもね。かもね。6. Kita Hiroshima Ginjiro。 北広島ファイターズの本拠地ボールパークから車で5分くらいにあります銀次郎さん。なんたったってマグロの値段にびっくりです。生本マグロ赤身中トロどちらも352円ってすごくない？すごすぎはる。10年前ならその値段だったけどね、今じゃみんな500円前後だよ。しかもちゃんとした包み系の上物だもんね。他のネタもどれ食べても外れなし。名寄に姉妹店があるのも驚いたね。名寄のお店の方も素晴らしい心意気の回転寿司さんでした。この値段でこの内容味わえる回転寿司はなかなかないんでないかね。そうなのよね。最近の回転寿司、いわゆるグルメ系回転寿司ってまあまあお値段になってきてますもんね。そうだね。銀次郎さんもぜひ札幌に進出していただきたいですね。はい。サイドメニューのチョコポテトはあたいのお気に入り。それは北広のお店にしかないけどね。そうそう。子供か。意外と美味しいよ。Nagasaki Inasayama Onsen Fuku no Yu。 世界三大夜景と言われる長崎の港を見下ろす稲佐山の中腹にございます。なんとこちら西日本最大級の天然温泉露天西日本最大級の天然温泉温浴施設。大人気ですね。そりゃそうでしょう。だって世界三大夜景を見下ろす露天風呂ですよ。これは一本取られました。全員来てるって感じだね。すんごい混雑。お正月だったしね。笑っちゃうぐらい混んでたね。久々に。中でも札幌の日常ぐらいの感じ。そうか。そうね。長崎市内が一望できる夜景を見ながら露天風呂&整うなんてなかなか他の施設は太刀打ちできないんじゃないですかい。ほんと夜景見ながら最高だよね。サウナも十分な広さ。しかもドライミスト塩の3タイプ。オートロウリュで湿度高めが嬉しい。気持ちよか。水風呂は16、7度ぐらいかな。ちょい物足りないけど、なんたって外気浴用のリラックス椅子が40人分もあるのには驚いた。めちゃめちゃ混んでるのに椅子には空きが結構あるんだ。こりゃあすごい。次回以降長崎の終たる目的はここでの整いです。食べるより食べて整う。7. Eniwa Juan。 恵庭にありますジュアンさん。1日限定10食という大変貴重なお蕎麦なんだよね。周りは広大な田園、突如手打ち蕎麦と書かれた漢字が
上りが見えてきます。これを見逃すと間違いなく通り過ぎてしまうのでお気をつけください。いやー、見逃さないでしょう。周りは畑しかないんだから。まあそうね。でも1日限定10食なんで予約した方がいいわね。とっても10割とは思えない滑らかな喉越しで美しく美味しいお蕎麦がいただけます。そば畑に囲まれてそばを食らう、なんとも素晴らしい非日常体験。これは一度体験しておきたいですね。でしょう。そばつゆはカツオが効いてて尖ってないのが私好みにぴったりなんです。お店の窓からはそば畑が一望できて、なんとも優雅な時間が過ごせますよ。そば好きには至高のひとときでしょうね。はい。 8. Tokyo Shijimi Chuka Soba Kohaku. 今までも何軒かしじみラーメン食べてきましたが、はてなってお店が多かったんですよね。これしじみみたいなとか、しじみ塩味なのにがっつりニンニク入ってたりとかね。そうなの、そうくんのみたいなね。これはやっと見つけたって思いましたね。ザ・しじみラーメン。あくまで個人の見解ですが、なんとも綺麗なスープ、盛り付けもシンプルでうまそうだね。でしょう。この透き通ったスープ、一口飲んだらはぁって声出ちゃうよ。おいおい。隣のお兄さんは何度もうなずきながら食べてた。はいはい、うなずき食いね。情景が目に浮かぶようだ。おいらがうまいの見つけた時のやつだ。そうそう。どれだけのしじみをお使いですかってね。おいらも食いたかったな。ワンチャン北上する時に寄ってみるかな。私も食べるわよ、絶対に。9. Tokyo Bandera. またまた東京有楽町線江戸川橋駅そば横丁物語地蔵通りにありますイタリアンレストラン。あたいが偶然見つけたお店ね。グリーンの天才的方向音痴は褒められたもんじゃないけど、鼻は利くからね。犬みたいに言うな。いろいろ調べてたら、なんとこちらのオーナーシェフ、イタリアの三つ星店で修行し、ローマの日本大使館で公邸料理人を務めるなど華やかな経歴の持ち主でいらっしゃったのよ。なんかすごいとこ行っちゃったね。ラッキーだったね。そうなの。ここの切ったらが今までで食べたのと全然違う。すんごい弾力でムッチムチで美味しいの。エビはプリッと、レンコンシャキシャキ。素材の美味しさが口いっぱいに広がる感じ。食べながらも次来た時は何食べようって考えちゃう系の、もうなくなっちゃうよって切な系。来たね、切な系。美味しいものってすぐなくなっちゃうんだよね。お金と一緒ね。ソースもよく絡むんだ。いいな、見ててよだれが。しばらくイタリアン食ってねえもんな。まあイタリアン系は私が担当させていただきますんでね。あなたはラーメンとカツカレーしっかりお願いいたします。10. Kitami Germany. 北見遠征中に偶然見つけたお店。クロワッサンって聞いただけでもうなんかワクワクしちゃうグリーンです。しかも専門店だよね。増えてきたね、クロワッサン専門店。なんとこちらは12時からしか開いてないそうで、オープンしてもすぐ売り切れちゃうみたいなんだよね。パン屋さんで昼からってどういうことと思ったけどね。ジェミニって言うからさ、双子でやってるお店なのかと思いきや、井川遥の綺麗なお姉さんが一人で切り盛りしてました。一人で仕込み、焼き上げ、販売とこなしているみたいですね。そりゃ大変だよね。綺麗な人だったね。ね。ありがとうです。かなりクロワッサン食べ歩いてる飯旅図だと思うんですけども、トップレベルのクロワッサンでしたね。美味しい。はい、パリパリ具合がすんごい軽い。香りもいい。風の強い日、外で食べたら風で半分飛んでっちゃいますみたいな感じね。それはあんたの食べ方の問題でしょ。でも本当に軽いの。これは予約してでも買いたくなるクロワッサンね。正直北見方面って目的になるようなお店なかなかなかったんだけど、これは目的になるクロワッサンね。というわけで10軒のお店紹介してたらまた食べたくなっちゃった。あたいは絶対にまた食べに行くけど、皆さんの今すぐ食べたいって美味しいやつよかったらコメント欄で教えてくださいね。よろしくしのちく。
Jikai no meshitabi wa. Gachi de mata tabathai. Imasugu ni babo hen des. Otanoshimini. See you soon. でもいろいろあるね、全国。いろいろあるけど、まだほら今回九州初めてだけどさ、本当上っ面しか食べれてないからね。3週目ぐらいから結構いいところを見つけてこれるんだけども、最初はやっぱりほら我々のやり方っていうのは食べログの、やっぱり評価の高いとこからしらみつぶしに食べていくから、そうだね、1位なのに歯っていうやつは結構ある、でその10位ぐらいにいるのになんでこれが10位なのっていうのが結構あったりするからね。そうですね。だから、ね、せいぜい1回目の例えば福岡来ました、美味しいラーメン上から5つ食べます、つってもさ、まあビデオに載っけるのは 2個3個じゃん、せいぜい。そうね、だもんでそれをずっとこう10位20位ぐらいまでやってって初めて本当に美味しいやつが何個か出てくる。そうあげれるっていう感じになるんで、まあちょっとね西方面の我々の記録ビデオ、っていう目で見ていただけたらと思います。繰り返し。これ地元の人たちはね絶対これ何今更そんなのあげてんのみたいにそうだね、思っちゃうだろうと思うんだけれども、そこはやっぱり上から行かなあかんので、そうそう、地元の人は大体その観光客がすぐ飛びつくようなところっていうのはまあ行かないっていうふうにはなってると思うんで、だから今なんだ九州で我々がやってるっていうのは、札幌で言ったら彩見のラーメン食べましょう、ひすみれのラーメン食べましょう、純連のラーメン食べましょうでしょ、二条市場で海鮮食べましょうでしょ、だるまでジンギスカン食べましょうでしょ、あと何ですか札幌スープカレー、ラマイとかを言っちゃったりとかね、そうねっていうことをやってるような気がするからね、ちょっとこれ時間かかりますよやっぱりディープなところまで攻めるのはね、一回じゃやっぱり行ききれないし、でコストもかかりすぎちゃうんでね、コスト的に破産しますね。はいちょっと破産気味ですガソリンが九州高くて、何ですか九州のガソリン、どうなんだろうね今全国的なそのあれね、地域によって値段がすごい違うね。違う。北海道ってやっぱ安いんだね。割と安い部類かな、まあその安いガソリンスタンドを熟知してるっていうのもあるけどね。まあそうだけど、どうなっていくんでしょうが、株価が上がっててもう気持ち悪いですね。全然上がる状況じゃないんですよ一世一代の売り時が多分今年やってくるんではないかなと思いますよね。ということでこれからメシタビーズ的にはその初詣を兼ねて出雲大社によって、ちょっと遅いんですけど遅い初詣出雲大社で済まして北上していこうと思っております、と石川の方にね何かできることはないかって行こうと思ったけれども来るなっていうことらしいのでね、とにかく道がすごいよね、渋滞がひどいらしいんで、物資運ぶ車が通れなくて困ってるらしいんでね、太平洋側の地域の美味しいものを探しながら教えてくださいぜひありがたいよね、今回も九州でねこれ食べてみたいな言ってくださるのがね、ちょっともう通り過ぎた場所のが入ってきたりとかっていうのは残念なんだけど、次回のねこれしになるからね、また行く楽しみが。今日も純炭系が小倉にあるってね書いてくださった方がいる。ちょうどそれね来週帰り道通れるなと思ったんで食べようかなと思ってますけど、楽しみです。今日純炭系のやつはチーンだったんでね、ちょっとねピーだなこれは言っちゃう。ダメですねピーでございます。では今宵はこの辺で。今日の最低気温は5度ということなのでありがとうございます。だいぶ暖かいと思います。なんかね北海道はどこ行きみたいですが、夕べはマイナス2度だったんでちょっと寒かったですねはい寒かったですそれでは皆さんおやすみなさい。